おう、銀河殿か。いや何、明日からちょっと旅行に行こうかと思ってな。その準備に買い出しをしてきたところだ。ここのところ特に大きな戦もないしな。ぶっちゃけ暇なのだ。それに今は夏だ。ずいぶん暑くなってきたので海まで行って一泳ぎしようかと。いや、それでは趣というものがないだろう。夏の漁は海に限る。高等の人間にはこれが常識なのだ。孫作の言うことを全て真に受けない方がいい。たまに適当なことを言っている時もあるぞ。まあ夏は海というのはあながち間違いでもないがな。一般常識かどうかはともかくとして、そうだ銀河、どうせならお前も来い。一緒に連れて行ってやるぞ。どうした？私たちと海に行けるなどお前は果報者だぞ。何の不満があるのだ？どうせお前も大して忙しくはないのだろう。それとも私たちとではそんなに嫌か？私たちがいつも一緒にいることとお前が遠慮することのどこに関係があるんだ？何を言っている？周囲は女だ。おい孫作、それは秘密だと言っただろう。重要なことを簡単に人に話すな。まあいいではないか。相手が銀河なら特に困ることもないだろう。それにどうせ海に行ったらバレることだ。それはそうかもしれないが。マジだ。私は正直者で通っているからな。私にもいろいろ事情があったのだ。あまり人に言うことでもないと思ってな。他の人間に喋るんじゃないぞ。仕方なかったんだよ。宗家にはもともと男子がなくてな。長女だった私は家を継ぐために男子として育てられたんだ。幼い頃からこうだったからな。今では女の格好の方が落ち着かないんだ。男の方が慣れているし過ごしやすい。ああ、だから今まで通り接してくれるとありがたい。ついでに念を押すが、あまり他の人間に話すなよ。そうか、感謝する。よし、そうと決まったら海に行くぞ。銀河もちゃんと支度しておけよ。
まあこういうやつなんだ。ご苦労だったな、銀河。大変だっただろう、この暑い中を。そんなつもりはまあちょっとだけあるが。これはあくまで私的なバカンスなのだ。人は少ない方がいい。その代わり今日一日は私と周囲の水着姿を独り占めだぞ。この果報者め、存分に堪能するがいい。おい孫作、あまりそういうことは言うな。恥ずかしいだろ。まあいいではないか。得るものではなし。では銀河、私たちは向こうで着替えてくる。お前も適当に着替えておけよ。見てわからんか？面白いからお前を埋めているんだ。どうだ？動けまい。孫作、やめておけ。グーの音も出まい。当たり前だ。動けないように埋めたのだからな。孫作、いくら親しいとはいえ上官に対しての無礼は良くないぞ。上官？銀河は私よりも位が上なのか？それはそうだろう。少しは立場を考えろ。周囲、
お前も軍師ならば考えろ。今ここでこいつを完全に埋めてしまえば、私がそのくらいまで上がれるかもしれない。猿山のボス争いでもあるまいし、そのようなことで変わるものか。そうなのか。ああ、私は今何とも不愉快な気分だ。この気分を打破するには、そうだ、カニを捕まえてきて顔の周りに放してやれ。タコの方が気分いいかな。ま、ほどほどにしておけよ。楽しいな、銀河。お前の情けない顔を見ていたら気分も晴れた。タコは勘弁してやろう。私も鬼ではない。条件次第で考慮してやろうではないか。そうだな。それでは帰りも荷物持ちを頼もうかな。